正直なところごめんなさい。使ってみたことがない。うん、まあ同じかどうか似たようなやつだと思うんだけど、柳葉、はい、で、まあそういうのを使ってる方とか、まあ中に、はい、知り合いでやっぱりいるんだけど、はい、研いでいいかどうかっていうのと、使っていいかどうかが一致してるかどうかは全く別の話だったりはするよね。具体的には、まあその柳葉だったと思うけど、それはもうひっついてとても使えない。うん、それは包丁の鋼材が悪いのか、仕上げ方が悪いのかまではもう分からなかったんだけど、はい、もうとにかくすごいひっついてまともに刺身が引けませんみたいな感じの評価を言ってらっしゃった方もいたから、そこら辺は難しいよね。データで見たものと現場に落とし込んだものが必ずしも一致するとは限らない。だからそこら辺が本当にやっぱりここは難しいなって常に思ってるね。だからこそね、まあ僕の場合はやっぱり現場とどれだけつながって現場から情報が得られるか、なんか新しいものを気づいたらすぐもう料理人さんに電話して実験してくれる人たちがやっぱり何人もいるから、そういう人たちに投げ入れたり、新しい鋼材がね、見つかった、それを試作作りました、それを試してもらいますって言った時にどうなのか。ただそこでやっぱり現場の意見としても、研げる人で使い方が分かってる人たちに試してもらうのか、極論だけど年間契約ってビジネスやってて、その年間契約の方々はまあ基本特に、ね、頼んでる人たちはあまり研ぎをしない人が多いから、そうなった場合自分で研がない前提の中で使った時にどうなのか、でまあ全く料理しない人が使ったりとか、結構評価っていうか、そのみんなが全部に対していいっていうかっていうのはまた違ったりするのでね。だからそのステージであったり技術力であったり使い方であったりまな板であったり切る食材であったりっていう、まあいろんな変数があるから、まあ僕の場合はそっちをすごく大事にするかな。そうするとなんかね、その何に対してもものすごく秀でてる鋼材が存在しますかっていうと、まあちょっと難しいところはあるかなとは思うね。だからこそまあ逆転で言えば、まあ、和包丁なんでこんな形いっぱいあるんですかっていう答えもそっちに日本人は分けて、やっぱこれはこれあれはあれっていう風になってて、まあ、それぞれの鋼材のいいところ悪いところっていうのもやっぱり存在しうるのかなって気はするんだけどね。ただやっぱりね、さっきの話、そのひっついちゃったっていうのが鋼材が悪いのか作り方が悪いのか、ね、何が悪いのかっていうのはまあ正直わからないから、ただまあ僕らが持ってなかったりして実験がなかなかねできてないんで、ちょっとそこは正直分かりませんが答えかな。